こんにちは、ゆかです。今、生きてる自分は本当の自分ですか？それとも、こういう自分でいたら、周りの人にとっていいかな？余分な圧力を生まないのかな？だとか、誰かの期待を背負って生きている仮の姿ですか？もしかしたら、自分はこうなんだって本当は自分が一番楽な状態ではないのに、思い込んで、頑張って頑張って毎日生きるような、そんなことをしてませんか？本当の自分のあり方って自分でしかわからない。本当の自分って自分でしかわからないし、決められない。それを探すのにね、ちょっと時間はかかるかもしれないけれど、でも、これ見てくれてる人には、本当の自分として迷いなく、一切の迷いなく生きてほしいなって思います。っていうのがね、本当の自分として生きるのが一番楽だし、一番周りの人たちを迷わせることもないし、やっぱり信頼に値する姿だと思うからです。私ね、今こんなこと言ってるけど、本当の自分じゃなくって、思い込みの自分だとか仮の自分として生きてきた時間がすっごく長かったんですよ。時々言うけど、もう物心ついた時には虐待されてたでしょ？で、日々サバイバルモードなわけなんですよ。そうするとね、いかに問題を最小限に留めるかだとかね、そういうところにやっぱり無意識に頭が動くようになるんですよね。それで、すごく人の顔色を伺ったりするようになっていたし、それをね、物心ついた時からずっとやってると、人の考えだとか、人の感情にすごく敏感に育つんですよ。で、ものすごく、簡単に言うと、繊細になる。そう、サバイバル、生きる術としてね、そういう能力が身についちゃって、すごく繊細になる。そう。で、私はすごく、これを言ったらやったら、周りの人はどう思うかな？私がこれをやることで傷つく人いないかな？何か思い通りにいかなくて困っちゃう人いないかな？とかね。本当に人のために生きてるような感じだった。自分のためじゃなくてね。だから今ね、自分のために生きるって決めて、こうね、いろいろやってるんだけど、そうだったんですよ。でね、それもそうだったしね、自分で自分のことをちょっとかわいそうだって思ってたんですよね、きっと。今こうやって、ありとあらゆるものから解き放たれて生きている私が振り返ってみるとね、なんかね、自分は思い通りにならないことがいっぱいあって、どんなに頑張ってもうまくいかないし、すごく、気をつけて生きてるのに、痛い目に遭うし、悲しくて辛い目に遭うし、恥ずかしい目に遭うしっていう感じだから、なんかね、すごく自分のことをかわいそうだと思ってた。親に愛されない私だとか、そう、かわいそうだし恥ずかしいと思ってたんですよね。で、そういうふうに自分の中で自分っていうのをそうやって見てるのを良しとしちゃってたんだよな。うん。でも、そこのとこから私は
かわいそうな自分として自分を見ないようになった。すごくね、いろいろなところを通ってきてそうなったんですけどね。自分っていうのは、すごくありのままとして見れるようになった。自分っていうのは、自分の考えもあって、自分の感情もあって、他の人とは完全に切り離した形で自分を見るようになったし、他の人と完全に切り離した個体として見るようになったら、自分としての行動だとか自分としての発言っていうのもどんどんできるようになって、自分っていうのが誰なのか分かるようになってきたんですよね。ちょっとずつちょっとずつ。そこにはね、もちろん試行錯誤いっぱいあったし、うまくいかないこともあったけど、でも、自分に素直に、自分に正直に、自分に違和感を感じずに生きるっていうことの素晴らしさを知った。やっぱりね、これを見てくれてる人たちの中でも、繊細な人っていっぱいいると思います。いろいろな人にすごく気を使って、いろいろな人の気持ちを考えながら生きている優しい人たちがいっぱいいると思う。でもね、本当に未来のことってわからないし、人間関係もどうなるかわからないんですよね。ずっと一緒にいると思ってた友達、学生時代、小学校、中学の時ずっといたいな、ずっといるんだろうなって思った友達、どれぐらいの友達が今一緒にいますか？多分、本当に数えるぐらい、あるいは全然いなくなってる人だっていっぱいいると思う。やっぱりね、生まれてから死ぬまで一番自分に近くずっと残る関係って自分なんですよ。だから自分が本当にしたいことをしてほしい。自分が本当に言いたいことを言ってほしい。自分が本当にいいと思うことだけやってほしい。それ以外はやらないでほしい。だから自分が自分をどう見るか、自分は何者なのかって自分でよく考えて決めてほしい。私はかわいそうな自分として生きていたときは、今はわかるけど、それが本当に自分だと思って生きてたんですよ。だから、その時はね、すごく大きな違和感っていうのを感じながら生きていたわけじゃないんだけれど、でも、今ね、自分はどういう自分になりたいのかって決めて、そっちの方にってちょっとずつ自分が変わりながら生きていた今になってみると、やっぱりこれが本当の自分なんだなって実感する。嘘偽りない正直な自分だし、そこのところに迷いがない。で、つくづく思うのがね、自分の周りにいる人たちって自分が自分のことをどう見てるかの映し鏡だなって思うんですよね。自分が自分のことをどう見ているのかっていうのは、自分が自分をどう扱うのかっていうところで周りの人たちに見える。そうすると、自分が自分のことをどう扱うかっていうのと同じように周りの人もあなたのことを扱うんですよね。自分が大切にしていれば周りの人もあなたを大切にしてくれる。尊重していれば周りの人も尊重してくれる。自分でさえ大切にしないで存在に扱って自分の声を無視して聞いてる人の意見なんて誰も聞かないんだよね、やっぱり。信頼に値しないから。
だから、もしね、少しでも自分がこういう人になりたいって思う人物像があるんだったら、それはもしかしたら本当の自分なのかもしれない。本当の自分なのだと思う。だからそういうふうに生きたいっていう考えが出てくるんだと思うんですよね。私はそうだった。本当の自分っていうのがいて、そういうふうに生きたいって思ってたのは、そういう人になりたいって思ってたのは、そういうふうに生きられたら自分にとって一番楽だから、一番自分にとって自然なことだからそう思ってたんだよな。で、自分が自分を尊重して生きることで周りの人たちももっと私を大切にしてくれるようになったし、一目置いてくれるようになったし、やっぱり自分がどう生きるのかって、自分が自分として生きてるのかっていうことにつながるんだと思います。でね、自分がこういう人になりたいっていうのがね、今の自分とは少しかけ離れてるように感じる人もいるかもしれない。でもね、私がそうだったようにね、人っていつからでも自分のなりたい自分になれると思うんですよ。ちょっとずつちょっとずつね、試行錯誤しながらそっちに近づいていけると思う。だから、今、自分に自信がないだとか、自分のことをね、少し下げすんでしまったりだとか、自分にね、自信がなくて、自分の意見をはっきり言えないだとか、自分のしたいことがね、思うようにできないって思うんだったら、自分がどういう人になりたいかって考えて、その人だったらどうするかなってね、ちょっとずつ試してみてほしいなって思います。人は本気で決めたら自分のなりたい人になっていけるから、どんどん自分に正直に、自分に本当の自分の姿に近づいて生きていってほしいなって思います。ということで、あなたが生きてる人は本当の自分なの？それとも誰かの期待を背負って生きていってしまってる仮の自分の姿なの？ということでした。それではみんな、自分の純度 100% で生きていこう。じゃあねー。